5月に入って、ゴールデンウィークも明けましたね。すっかり日常に戻った感じですね。お休みはゆっくりできましたか？まあ、ぼちぼちですね。もうすぐ母の日ということで、実家で母親の手料理をご馳走になるリスナーさんも多いんじゃないでしょうか。いいですね。家族で食卓を囲むのはやっぱり特別な時間ですからね。その食卓に欠かせない誰もが知る味の素が、今回の深掘りの主役なんですけど、はい。今回は味の素株式会社の決算資料を読み解いていきます。先日なんか SNS で料理系のインフルエンサーがですね、フライパンにパッパッと味の素を振ってる動画を見たんですよ。よく見かける料理動画のスタイルですね。あれ絶対バズってるんで、TikTok 広告の収入で味の素は今何億円もボロ儲けしてるんですよね。いや、ちょっと羨ましいっていうか。桁が違いますよ。えっと、でも、インフルエンサーの広告収入ではなく、実は最先端の半導体素材が今の彼らの最大の稼ぎ頭になっているんです。ちょっと待ってください。赤いパンダの瓶に入ってる粉の話じゃないんですか？はい、粉ではないんです。いやいや、いきなり予想外すぎて戸惑ってますけど、今回の深掘りミッションは味の素株式会社2026年3月期決算概要及び補足資料の全貌解明です。リスナーの皆さんもおそらくただの食品会社だと思っているんじゃないでしょうか？ですよね。私たちにとって身近な食品会社だと思っていた企業が、なぜか半導体とバイオの巨人へと変貌を遂げていて、しかも過去最高益を叩き出したと。今日はリスナーさんの投資やビジネスの視点を心地よく破壊してアップデートする旅に出たいと思います。リスナーの皆さんが持っている味の素イコール調味料という固定観念がデータと事実によってどう覆っていくのか非常に楽しみですね。全く異なる顔を持つ企業の真の姿を一緒に紐解いていきましょでは早速ですが、一体何が起きたのか、まずは業績の全体像から見ていきたいんですが、はい、通期の数字から確認しましょ資料によると、通期の売上高は1兆5837億円で、前年比 3.5% の増加ですね。順調にトップラインを伸ばしています。そして本業の稼ぎを示す事業利益は1811億円で、なんと前年比 13.7% 増を記録していると。ここが素晴らしいポイントですね。本業の利益がこれだけ伸びているのは強いです。さらに当期純利益は1346億円で、前年比 91.6% 増って、これほぼ倍増じゃないですか。そうですね。ただ、この純利益の激増については少し冷静に見る必要があります。と言いますと、本社ビルの土地と建物の売却益、これが412億円あるんですね。こうした一過性の要因が含まれていることは客観的な事実としてお伝えしておきます。はいはい。表面的な数字が跳ね上がった裏には資産売却があるってことですね。それにしてもですよ。何でしょ事業利益1811億円って、うちの部署の年間予算の何万倍ですかって話ですよ。う。まあ、個人や一部署のレベルとは全く次元が違いますからね。しかも、本社ビルを売って400億円以上の利益を出したって、これあれですよね。うちの部長がポケットマネー欲しさに会社の備品を勝手にメルカリで売却して利益を出したのと同じ構図じゃないですか。それは犯罪ですね。ええ。でも、規模を合わせて比べると、本業の利益が 13% 以上伸びており、自力で稼ぐ力が桁違いについている証拠なんです。つまり、備品を売っただけじゃなくて、部長自身の営業成績もめちゃくちゃ上がってたってことですね。例えが微妙ですがそういうことです。営業キャッシュフローも過去最高を記録していますし、本業の稼ぐエンジン自体が極めて強固になっています。でも、ここで一つ大きな疑問があるんですよ。何でしょうか？本業の利益がここまで大きく伸びた、その本当の理由は何ですか？スーパーで売ってるコーヒーとかマヨネーズを、数十円値上げしただけで、ここまでの圧倒的な数字が叩き出せるとは到底思えないんですけど。鋭いですね。その疑問こそが今回の決算の核心をついています。利益を強力に牽引している裏の主役が存在するんですよ。裏の主役？セグメント別の実績を見ると、ヘルスケア等というセグメントの事業利益が前年比で205億円増と大爆発しているんです。ヘルスケアって聞くと、スポーツ用のアミノ酸飲料とかサプリメントを思い浮かべるんですが、それが急に爆売れしたんですか？いえ、サプリメントではありません。その主役は ABF。正式名称は味の素ビルドアップフィルムという電子材料なんです。ビルドアップフィルム。電子材料ってことは完全にテクノロジー分野じゃないですか。
そうなんです。この分野の売上が1007億円に達して、前年比で 31.6% も増加しました。31% 増ってすごいですね。現在、世界中で急拡大している AI サーバー向けの需要をがっちりと捉えていまして、現在の用途の 15% から 20% を占めています。これが2030年に向けてさらに倍増する可能性もあるんです。はいはい。そして驚くべきは、この分野の事業利益率がなんと 54.2% という圧倒的な数字を叩き出していることです。利益率 54%、推しのライブグッズの T シャツの原価率よりえぐいですよ。企画対象が独特ですね。もはや味の素の粉を一粒1万円のプレミア価格で売りつけてるんじゃないですか。粉の値段じゃないです。うでも、推し活で例えるなら、世界中の AI サーバーという超人気アイドル全員が味の素の素材がないと絶対に舞台に立てない状態なんです。マジですか。世界中の AI サーバーの舞台裏を味の素が握ってるってことですよね。牛耳るというより支えていると言った方が正確ですね。対照的に冷凍食品のセグメントは北米でのリコールや補助食料計画の停止の影響で利益が前年比マイナス84億円と苦戦しています。食品が苦戦してるのに全体の利益が過去最高ってことは、いかにこの半導体素材が今の屋台粉になってるかってのが鮮明ですね。ええ、その通りです。いやー待ってください。世界中の AI サーバーに不可欠なのは分かりました。でもそもそもなぜ食品会社が最先端の半導体素材を作れるんですか？気になりますよね。インテルとか TSMC みたいな超巨大テクノロジー企業とか専門の化学メーカーがうちでも作ろうって言って真似しちゃえばいいんじゃないですか。そこが最も面白いポイントなんですよ。実は彼らが長年続けてきた旨味調味料の研究が鍵なんです。旨味調味料の研究が半導体につながるんですか？はい。アミノ酸を作り出す過程で分子の構造をミリ単位どころかナノレベルでコントロールする技術が培われました。1990年代、パソコンが普及し始めて、半導体がどんどん小さくなっていく過程で、回路同士がショートしないための絶縁体が必要になったんです。絶縁体。電気を通さない壁みたいなものですね。そうです。当時の半導体メーカーは液体の樹脂を縫って絶縁していたんですが、これだと乾くまでに時間がかかる上に、どうしても表面がデコボコになってしまったんですよ。ちょっと想像してみますね。極小のマイクロチップの中に電気を通すための立体駐車場を作ろうとしているようなものですよね。ほう、立体駐車場ですか？もし駐車場の床が完璧に平らじゃなくて、しかも完全に絶縁されていなかったら、走ってる車、つまりデータが下の階にドカンと突き抜けて大事故になっちゃうと。その例えは非常に的確です。まさにその完璧に平らな床を液体の樹脂で作るのが限界に達していたんです。はいはい。そこで味の素はアミノ酸研究から派生したエポキシ樹脂の技術を応用して液体ではなく極薄のフィルム状にしてしまうという大発明をしました。液体を塗るんじゃなくて、シールみたいに貼るフィルムにしちゃったんだ。ええ、フィルムなら回路の上にペタッと貼り付けるだけで完璧に平らで均一な絶縁層が一瞬で完成しますからね。めちゃくちゃ画期的じゃないですか。しかもこのフィルムは単なるプラスチックではなくて熱に強く電気を絶対に通さずレーザーで極小な穴を正確に開けられるという魔法のような特性を持っています。まさに魔法のフィルムですね。CEO 自らがこれを恐るべき参入障壁と語っている通り、長年顧客と共同で高速開発システムを使って繰り返してきたこの秘伝のレシピは他社が資金力だけで簡単にリバースエンジニアリングできるものではないんです。実質的な独占状態と言っていいでしょう。職人技の結晶なんですね。リスナーの皆さんも普段何気なく使っているパソコンとかスマホ、あるいは AI に質問を投げかけるたびにフル稼働するデータセンターの奥深くに味の素の旨味研究から生まれた技術がひっそりと眠っていることを想像してみてくださいよ。本当に面白いですよね。企業が持つ一見無関係なコア技術が全く異なる産業の進化を根底から支えている見事な実例です。さて、利益率 54% の圧倒的な強みと稼ぐ仕組みはよくわかりました。はい。では、経営陣はこの絶好調な状況と今後のリスクをどう見ているんでしょうか。資料には新たに累進配当政策を導入したとありますけど、時期は年間50円の配当を予想していますね。要するに株主に対して配当は絶対に減らさず増配するか今の水準を維持しますよっていう強い宣言ですよね。そうなります。株主還元への強いコミットメントです。その一方で
中東情勢の影響による調達コスト増という地政学的なリスクも懸念材料として挙げられていますよね。はい。中東情勢は日々変化しており、原油価格や為替の変動という形で企業に直接的な影響を与えますからね。これいかなる政治的な意図もなく客観的な事実としてお伝えしますけど、会社側は仮に原油が1バレル110ドル、為替が1ドル150円という前提を置いた場合、どうなるんでしょうか。その場合、原材料費や物流費などの高騰によって約300億円規模のコスト増リスクがあると客観的な試算を出しています。300億円のコスト増ですか。それは企業にとってかなりの逆風ですね。しかし驚くべきことに、次期である2027年3月期の業績予想には、この300億円のリスクをあえて織り込んでいないんです。300億円ものリスクがあるって試算できてるのに、それを計画に入れないんですか。はい、織り込んでいません。うちの家計簿で来月の飲み代や生活費が3万円増えるかもって分かってるのに完全に無視して、奥さんにお小遣い増額の累進配当をよろしくって要求するのと同じ暴挙じゃないですか。気持ちはわかります。はい。でも、上司の本音として翻訳すると、コスト増は商品の機動的な値上げで確実に打ち返せるという圧倒的な自信の表れだと読めます。いや、価格転嫁できる自信があるのは強いですね。どんなコスト増の波が来ても、機敏な価格転嫁や着実なコストダウンで跳ね返して目標を達成できるという強い覚悟でしょうね。価格転嫁できるだけのブランド力と製品競争力があるってのは本当に強みですね。じゃあ、その強気な姿勢のままで、この先どうやって巨大な AI 需要の波に乗り続けるつもりなんでしょうか。ここからは、会社が描く中長期的なビジョンと未来への投資を見ていきましょう。はい、お願いします。次期の通期予想では、売上高1兆7230億円、事業利益1970億円と、さらなる過去最高益の更新を見込んでいます。さらに伸びるんですね。そして、その先の成長を確実にするための巨大な決断が発表されました。2030年を超える ABF の巨大な需要増を見据えて、2032年稼働予定の岐阜新工場の建設を正式に決定したんです。ちょっと待ってください。2032年稼働の工場ですか。はい、6年後ですね。今から筋トレ始めようと思ってジムに入会したら、トレーナーに6年後にやっと腹筋割れますよって言われるようなもんですよ。AI の進化スピードからしたら6年後なんて遅すぎませんか。筋肉の話ではないです。え？でも2030年までは既存工場の生産性で対応でき、その後の AI 需要の天気予報が改正と確信できたからこそ今決断したんです。目の前の需要には既存施設の効率化でしっかり覆いつつ、もっと先を見据えてるってことですね。そういうことです。次期の設備投資見通し、いわゆるキャペックス、もう129億円と巨額です。目先の短期的な利益を追うだけじゃなくて、6年先の需要を正確に見越して巨額の投資を決断できると、これが長期投資を考える上でリスナーの皆さんが注目すべきブレないスタンスの表れですね。その通りです。さらに、ヘルスケア分野におけるもう一つの成長の柱として、バイオファーマサービス、いわゆる CDMO と呼ばれる医薬品の受託開発製造事業の拡大にも注力しています。医薬品の受託開発。またしても食品から離れたように聞こえますけど、ここでも味の素ならではの独自の強みがあるんですか？大ありです。現代の最先端のバイオ医薬品、例えば mRNA ワクチンの素材や抗体薬を作るには、微生物などを培養して目的の物質を作らせる精密発酵の技術が不可欠なんです。精密発酵ですか？はい。味の素はアミノ酸を作るために何十年も前からこの発酵技術を極めてきました。この巨大なタンクで微生物を完璧にコントロールする技術がそのまま最先端の医薬品製造に直結しているんですよ。ほうほう。点と点がつながりましたね。旨味調味料の樹脂が半導体フィルムになって、発酵技術が最先端の医薬品製造になる。全く異なるアウトプットに見えて根っこは同じなんですよね。でも、ここでまた疑問が湧くんですけど、なんでしょ半導体みたいな超スピードで変化するハイテク事業と、スーパーに並ぶ冷凍餃子みたいな食品事業では、求められる社風とか意思決定のスピードって全く違いますよね。これを一つの会社としてどうやってまとめてるんですか？そこが経営陣の腕の見せ所ですね。彼らはこの多岐にわたる事業をグローバルに運営するためにデュオコモデルという新しい経営手法を提唱しています。デュオコモデル。はい。
これは簡単に言えば、自立分散型かつ連結された組織運営のことです。自立分散型かつ連結って、少し難しい言葉ですね。つまりですね、半導体部門はシリコンバレーのテクノロジー企業のような猛スピードで自律的に決断を下し、食品部門は消費者の生活に寄り添った着実なペースで動く。それぞれが独立した会社のように最前線の現場で意思決定をする。これが分散型です。はいはい、それぞれの得意なペースで動くと。しかし、バラバラになるのではなくて、根底にあるアミノ酸研究や発酵技術というコアな知見、そして資金調達の部分ではしっかりと中央で連結されている。現場に権限を与えつつ、会社の強みは全体で共有するというハイブリッドな経営モデルなんですよ。巨大企業にありがちなトップダウンの遅さを解消しつつ、強みだけは全体で共有する仕組みなんですね。いや、今日のお話をここまで聞いてきて、私の中での味の素という企業の見方がガラッと変わりましたよ。どんな風に変わりましたか？つまり味の素は、半導体部門って表面でガツガツ稼ぐエリート上司が、食品部門っていう地道に頑張る若手にご飯をおごってあげる、そんな組織構造になったんですね。逆になっていますよ。え？でも、もともとは食品のアミノ酸研究という長年の地味な積み重ねが、何十年も経ったから AI という最新技術を支える屋台バドに化けたんです。そういうことですか。あの食卓でおなじみの地味な旨味の研究こそが、全てのイノベーションの出発点だったんですね。そうなんです。今週末、実家の母の日の手料理で味の素をパラパラっと振りかけるとき、粉と一緒に AI サーバーの未来も振りかけてるような、なんか壮大でロマンチックな気分になりますよ。リスナーの皆さんもご自身の投資ポートフォリオや身の回りの企業を改めて見渡してみてください。一見退屈で伝統的な産業だと見過ごしている企業の中にこそ、次のテクノロジー革命の鍵を握る隠れた高収益素材や圧倒的な技術が眠っているかもしれませんよ。確かに。次なる飛躍を遂げる革新的な企業は、意外とあなたの家の冷蔵庫の中にあるかもしれません。視点を変えれば、見慣れた景色の中にも大きな可能性が隠れてるってことですね。そういうことです。最後に一つお伝えしておきます。この深掘り解説は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。ご自身の判断でお役立てください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。